今さら何しに来るつもりですか？ずっと無関心で何もしてこなかったくせに。私はいきなり怒鳴る弟嫁に驚いて戸惑った。一体どういうことだろうか。慌てて実家に向かった私は、そこで驚きの光景を目の当たりにするのだった。私の名前はのぞみ、38歳の会社員だ。夫のコウタとは結婚して5年が経つ。共働きの私たちは、お互いのことを思いやってちゃんと家事を分担している。料理も日によってどちらが担当するかを決めて、残業など仕事の状況によって臨機応変に対応するようにしている。二人とも一人暮らしの期間が長くて、自立した生活ができているので、すごく楽に役割分担ができる。お互いに冷蔵庫の食材の状況を把握しているので、スーパーでの買い物も楽しい。あれがないとか、これがそろそろ切れるとか、お互いに分かっているので、気持ちよく買い物ができるのだ。そして私たちは映画という共通の趣味もあった。だから休みの日は、最近流行りの動画配信サービスを使っていろんな映画を見るのが日課だ。映画好きの私たちなので、一日で一気に3本も見ることだってある。そういう日は、二人とも家事はお休みで食事も簡易的なもので済ませたり、宅配サービスを使って料理を注文したりする。そんな風に私たちは、とても仲良く幸せな夫婦生活を送っていた。だが心配事が一切ないわけではない。実はつい最近、母が足腰を痛めてしまい、入院することになってしまったのだ。私はできる限り見舞いに行くようにしているのだが、だんだんと高齢になり体調を崩しやすくなっている。父を数年前に亡くしてから一人で暮らしていたのだが、そうやって体にいろいろとガタが来ているところを見ると、とても心配になるのだ。お母さん、大丈夫？ああ、のぞみ。来てくれてありがとう。私は大丈夫だよ。入院はしているけど、大事をとってって言うだけだし、元気だよ。母はそうやって言っているが、本当はかなり辛いのだと思う。父もいないし、今後一人で暮らしていくことは難しいのではないだろうか。しかし、私たち夫婦が暮らしている場所から実家はかなり遠く、もし私の実家で同居をするとなると、私も夫も会社を辞めなければならなくなる。だが母にとってはあの実家は思い出深い大切な場所なので、離れることはしたくないだろう。私は一体どうすれば一番いいのかとても悩んだ。そんな時、弟のマサトから連絡が来た。もしもし姉さん、元気？ああ、マサト、久しぶりね。母さん、だいぶ辛そうな状況だね。そうなのよ。見舞いに行ったの。それで一つ考えたことがあるんだ。実家に帰って母さんと同居しようかなって。本当に？ああ。だって母さんはあの感じだと、退院しても介護が必要になるだろう。そう考えたら、誰かが同居しないとダメだと思うんだ。マサト、私は弟がそのように言ってくれて嬉しかった。だが色々と気になることがあった。だけどあなただけの問題じゃなくて、奥さんや子供だっているでしょう。舞さんやアキラも連れて行くとなると、かなり大変じゃない？弟嫁からしたら、義母にあたる人物の介護なんてかなり大変だろう。私は母から優しくしてもらっているし、母は正確に裏表がない人だと信じているが、弟嫁とどれくらい仲いいのかとかまではちゃんと把握できていない。それに甥はまだ2歳だから手のかかる時期だ。子育てだけでも大変なのに同居や介護が加わったら、キャパオーバーを起こすのではないだろうか。だから弟が弟嫁とちゃんと相談をしているのか確認したかった。弟にその点について聞くと、しっかりと話し合いはしているらしい。そして弟嫁も納得しているらしい。私はその話を聞いて安心した。私と夫が実家で同居できない分、弟夫婦が同居してくれるのは本当にありがたい。そして母の耳にも同居の話は伝わっていたそうだ。
マサトたちが同居してくれるのは嬉しいよ。ごめんねお母さん。本来なら私が長女として一緒に住んであげたいんだけど。何を言ってるの。こうやって見舞いに来てくれるだけで嬉しいんだから。後のことは気にせずに仕事に打ち込みなさい。母にそう言ってもらえてよかったと思う。私はそれからというもの、落ち着いた状態で仕事に打ち込むことができた。その後、弟夫婦は母が退院してから一緒に住み始めた。私は定期的に弟に連絡をして状況を聞くのだが、同居生活はうまくいっているようだ。そして私は母が退院したこともあり、休みの日に実家を訪ねた。お姉さん、お久しぶりです。舞さん久しぶり。元気にしていた？はい。みんなで楽しく元気に過ごしてますよ。それはよかった。私は弟嫁がそう言ってくれて、さらに安心をした。もちろん弟のことは信用しているが、弟嫁に負担がかかりすぎていないか、疲れていないか心配だったのだ。だが弟嫁は元気そうだし、笑顔だったので私はこれなら大丈夫だろうと思った。それから私は仕事が忙しくなっていったので、しばらく弟夫婦に連絡することも、実家を訪ねることもできずにいた。そんな中、弟からこんな相談をされた。姉さん、実は相談なんだけど。一体どうしたの？できれば、仕送りをしてほしいなって思って。え、仕送り？ああ、母さん意外と病院代がかかってな。俺の給料だけじゃ賄えそうになくて。そんなにかかってるのね。私は何も知らなかったことを反省した。わかったわ。相談してくれてありがとう。これから毎月仕送りをするわ。ありがとう、姉さん。本当に助かるよ。弟がそうやって喜んでくれるなら、よかったと思う。私は普段から介護に行けないこともあり、申し訳なさも込めて毎月20万を弟夫婦に渡すことにした。弟からは、普段前に直接生活費を手渡ししているから、俺の口座に振り込んで。と言われた。毎月手渡しをする際に、私からの仕送りも一緒に渡すそうだ。私は弟に言われるがままに、毎月お金を振り込んでいた。これで少しでも弟夫婦に自由な時間が増えて、母の体調も安定してくれればいい。仕事が忙しくて、なかなか家を訪ねることができないのが本当に申し訳なかった。今月も振り込んでおいたわよ。ありがとう姉さん。いつも本当に助かってるよ。母さんも病院に必ず連れて行くことができているし、本当に感謝しかないよ。弟がそうやって状況を報告してくれるのはありがたかった。舞さんや甥っ子のアキラは元気にしてる？ああ、問題なく楽しく生活できてるよ。介護もちゃんとしてくれて、いい嫁さんをもらったよ。そう、それは本当にありがたいわね。あ、そうだ。今度実家に遊びに来てよ。みんなでバーベキューでもしよう。それはいいアイデアね。私も夫もちょうど3連休は空いてるし。弟にそう提案され、私は少しワクワクした。今まで仕事が忙しくて、休日は疲れを癒すために家でゆっくり休むことが多かったり、休日出勤になることも多かった。そのため、なかなか実家に帰れずにいたのだ。だがそろそろ顔を出して、母たちの様子を見に行かないといけないなと思っていた。だからバーベキューはいい機会だと思った。それから約1週間後、私と夫は車を走らせて、久しぶりに実家に帰った。やあ姉さんたち、よく来てくれたね。マサト、久しぶりだね。今日はお肉をたくさん買ってきたよ。お兄さん、ありがとうございます。楽しみでお酒もたくさん買ってきちゃった。姉さんは酒好きだからな。何よ、あんただってたくさん飲むくせに。弟と玄関でそんなやりとりをした後、私たちは居間に向かった。居間には車椅子に座っている母と、甥の世話をしている弟嫁の姿があった。
お母さん、ただいま。ああ、のぞみ。来てくれたんだね。体調はどう？問題ないよ。元気だよ。それならよかった。舞さん、いつも介護ありがとうございます。いえ、私は弟嫁が少し元気がなさそうなのが気になった。だが弟がやってきて、じゃあ、早速バーベキューをしようぜ。と言ってはしゃぎ出したので、私たちは準備を始めることに。庭でバーベキューを始めて肉などを焼き、出来上がったものを縁側にいる母に渡した。ああ、美味しそうなお肉だね。バーベキューなんて久しぶりだよ。確かに子供の頃は何度かした記憶があるけど、大人になってからはないね。そうだろう。俺もそう思って企画したんだよ。私たちは美味しいお肉やお酒で楽しい時間を過ごした。弟嫁も甥っ子も、すごく美味しそうにお肉を食べている。幸せそうな二人の顔を見ることができてよかった。今回の休みは忙しい中で、久しぶりにゆっくりと過ごせた気がする。お酒も飲んだので、私と夫は一泊して翌日帰ることに。多めに食材を買っておいたので、夜ご飯もバーベキューの残りの食材で賄うことができた。舞さん、お母さんの普段の調子はどう？ええ、問題ないですよ。子育てをしながらだと大変だよね。本当にいつもありがとう。いえ、気にしないでください。専業主婦として、介護と家事と子育てをしている弟嫁には感謝しかない。私はできる限りの感謝の気持ちを伝えた。そして翌日、私と夫は実家を後にして自分たちの家に帰った。弟夫婦が母とうまくやっているようで安心した。だが私たちは実家の実情のことを全く知らなかったのだった。やっと繁忙期も終わり、私は仕事に少し余裕が出てきていた。そこで私は久しぶりに実家に帰ることに。夫は仕事が忙しくてかなり疲れている様子だったので、私は一人で実家に行くことに。私はとりあえず弟に、急だが明日の土曜にでも実家に帰る予定だということを伝えるために電話をした。だが弟とは電話がつながらなかった。あまり夜遅くになってしまうと、弟夫婦も困るだろう。今まで母のことなどについては弟とやりとりをしていたが、私は弟嫁に直接電話をすることにした。もしもし。ああ、舞さん久しぶり。明日なんだけど、ようやく仕事が落ち着いたし、お母さんの様子を見に実家に帰ろうと思うの。明日って何か予定とか入ってた？私がそのように聞くと、弟嫁は急に声を荒げた。今更何しに来るつもりですか？ずっと無関心で何もしてこなかったくせに。私はいきなり怒鳴る弟嫁に、驚いて戸惑った。一体どういうことだろうか。舞さん。どうして急に怒るの？ごめんなさい。私ったら。でも何もせずに、ただ来るだけなんて迷惑ですから。何もせずにとはどういうことだろうか。私は毎月20万も仕送りをしているというのに。それに弟嫁の切羽詰まった様子は、ちょっと普通ではない。私はただごとではないと思い、すぐに実家に行くことに。電話のやりとりの雰囲気から、夫も気を使ってついてきてくれると言ってくれた。慌てて実家に向かった私は、そこで驚きの光景を目の当たりにするのだった。舞さん、開けてくれる？インターホンを押しても反応がなく、そして何度呼びかけても返事がない。私は勝手に入るのは申し訳ないと思いながらも、鍵を開けて中に入った。すると今からは、甥っ子の泣き叫ぶ声が聞こえてきた。そして母がわめく声も聞こえてきた。弟嫁は床に散らばった何かを掃除している。舞さん。ああ、お姉さんたち、来たんですね。ちょっとこれはどういうこと？
どうしたもこうしたも、いつもの日常ですよ。お母さんは認知症のせいで私の料理を床に投げるし、息子もわがままで暴れ回るし。認知症。私は初耳だった。そんなことマサトから聞いてないんだけど。弟嫁も私の発言に驚いていた。認知症っていつ発症してたの？私たちが同居を始めた頃から、もう症状が出てましたよ。どうしてこんな大事なことを教えてくれなかったんだろうって、正直お姉さんのことを恨みました。そんな、私、知らなくて。でもバーベキューの時は、あの時、お母さん普通だったじゃない。お姉さんが来た時だけ奇跡的に正常でした。もしかしたら、何かスイッチみたいなものがあるのかもしれませんね。お姉さんたちが帰ったら、またいつもの認知症の症状が出てました。マサトはどうして私に教えてくれなかったのかしら。こんなに大変なら施設に入れてあげてもよかったのに。そんなお金、うちにはないですよ。私は介護と子育てに追われて働きに出られないし、夫も生活費は月に8万だけしかくれないし。ちょっと待ってよ。私マサトに介護の足しになればと思って、毎月20万渡してるんだけど。私の発言に目を丸くする弟嫁。この時、私は全てを悟った。弟は私が渡したお金を全て自分のために使っていたのだ。信じられない。母が認知症まで発症していて大変だということを教えてくれず、自分が遊ぶためのお金だけを要求していたなんて。我が弟ながら、本当に最低な人間だと思った。そして私は弟嫁に本当に申し訳ないと思った。舞さん、ごめんなさい。今までこんな状況になっていることに気づくことができなくて。私と夫はすぐに弟嫁と甥っ子と母を車に乗せた。そして弟嫁と甥っ子にはビジネスホテル代を出して泊まってもらい、母は私たちの家に泊まってもらった。そして翌日、私は夫と母と一緒に実家に向かった。実家では弟が一人で慌てた様子で居間にいた。マサト、あんた一体何を考えているの？姉さんどうしたんだよいきなり。こっちは急に舞たちがいなくなって、びっくりしてるってのに。母さん。どうして母さんが姉さんたちと一緒にいるんだよ。昨日、実家に来てお母さんを私たちの家に連れて帰ったの。そこで全部、舞さんから聞いたわよ。あんた認知症のことを私に教えずに、さらには介護のために渡していたお金も着服してたみたいね。なんでバレたんだよ。あんた、私が今まで渡してたお金は何に使ったのよ。それは。白状しなさい。じゃないと、今まで渡したお金を請求するわよ。わかったよ。そう言って、弟は自分が女性と遊ぶために使っていたことを白状した。つまり不倫ということだ。舞には内緒にしておいてくれよ。これからは反省して家族のことを大事にするからさ。そうやって私に懇願してくる弟。だがもう遅い。残念だけど今の会話、全部舞さんに筒抜けだから。私は舞さんのスマホに電話をかけて、通話状態にしておいたのだ。だから、弟の不倫の自白は弟嫁の耳にも届いているということだ。舞さん、あなた、マサトのこと許す。私はそう聞いてスピーカーにした。すると弟嫁はこう言った。いいえ、絶対に許しません。もらえるもの全部もらって、地獄を見せてやります。そんな。弟嫁の発言に顔を青くしながら、弟は膝から崩れ落ちた。あんたがしたことがどれだけ最低なことか、罪を償いながら実感しなさい。私はそう言って、母の私物などをカバンに入れて実家を後にした。その後、舞さんは弁護士を通して弟と離婚をした。そして弟と不倫相手に慰謝料を請求。
さらに弟には十分な生活費を与えずに、認知症の母の介護と幼児の世話を押し付けて、精神的苦痛を与えたことによる慰謝料も請求したそうだ。もちろん養育費も請求しているので、弟はとんでもない額の借金を背負うことになった。実家については母の名義だったため、母と一緒に不動産屋に行き、売りに出した。そのため弟は家も失い、一人寂しくボロアパートに住みながら、多額の借金を返す日々を過ごしている。ちなみに舞さんは、お姉さんが渡していたお金の分も上乗せしておきました。と言って、私が弟に払ったお金も回収して私に返してくれた。本当はとても聡明でいい人だったのに、弟のせいで人生をめちゃくちゃにされてしまって申し訳ないと思った。舞さん、本当にごめんなさい。何か困ったり、助けが必要な時があったらいつでも相談して。舞さんのためなら、何でも協力するから。ありがとうございます。じゃあお母さんに会う時とかに一緒に会ってくれませんか？この子にとってはお母さんは血のつながったおばあちゃんですので。ええ、もちろんよ。弟との離婚などの手続きをすべて終えた後の舞さんは、とてもたくましくなっていた。母は認知症のこともあり、私と夫が住むマンションの近くの介護施設に入ってもらった。そしてできるだけ、毎日顔を出して私は母に会いに行っている。休みの日にたまに甥っ子と舞さんと一緒に行くと、母はいつも以上に優しい笑顔になる。孫と会えることが嬉しいのだろう。これからも私は家族を大事にしながら、仕事も頑張って幸せな日々を過ごしていきたいと思う。お前への気持ちは冷めたんだよ。え？だから離婚だ。さっさとその荷物を運んで離婚届も出してきてくれ。そんな。お前は向こうで不倫してただろ。はい。何を言ってるの？しらばっくれても無駄だ。証拠写真だってあるんだからな。なるほどね。そうやって私のものを奪おうとしたのね。いいわよ。離婚してあげる。でも後悔しないようにね。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人と結婚してもうすぐ5年になる。思えばこの5年間はあっという間だった気がする。夫とは大学時代の同級生で、社会人になってから久しぶりに大学のメンツで飲みに行った時に再会した。その時私は仕事が忙しくて、精神的に追い詰められていた。そんな私に夫はとても優しく接してくれて、彼の人柄の良さに私は惹かれてしまった。それから何度か2人で会うようになり、交際がスタート。そして3年ほど付き合ってから結婚に至った。出会ってからは結構経っているが、それでも新婚生活は楽しくて幸せいっぱいだった。30代になってからは私は仕事で昇進し、給料も一気に増えた。その分贅沢もできるようになり、旅行に行ったり高いレストランに行ったりと、夫婦2人で楽しい時間をたくさん過ごしている。このままずっと2人での楽しい生活を送れるとそう思っていた。しかし、ここ最近、夫の様子がおかしい。なんだかそっけないというか冷たいというか。ただいま。おかえり。あれ？今日は仕事遅かったの？晩ご飯がまだできてないけど。ああ、いつも通り帰ってきたけど、まだ作ってないだけ。そっか。っていうか俺もう作るのやめるわ。え？だって男なのに料理してるとかおかしくね？どうしたの？急に。別にどうもしないよ。当たり前のことに気づいただけ。当たり前って。男の人が料理するのはむしろ最近はよく見るけど。じゃあ世の中がおかしいんだな。ちょっとマサトどうしたの？何か会社で嫌なことでもあったの？うるせえな。家事をすんのがめんどくさくなったんだよ。だから今日からお前がずっと飯を作れ。
そんな、私、残業あったりするし。仕事切り上げてくればいいだろ。いやいや無理だよ。部下を置いて先に上がることはできないし。そうやって仕事ができる自慢かよ。自分の方が偉くなったつもりか。いや、別にそういうわけじゃないけど。とにかく俺はもう家事をやらないからな。そう言って自室にこもってしまった夫。いきなりの態度の表変に私も戸惑ってしまった。だがよくよく会話を振り返ってみると、夫はもしかして私が夫より出世して稼いでいることを気にしているのかもしれない。私は別に夫に対して収入を増やしてほしいとか、プレッシャーを与えたり期待しているわけじゃないが、夫からしたら妻の方が稼いでいる状況というのは、なかなかプライドが傷つけられるのかもしれない。そう考えると私は仕事での愚痴とかを夫に話していたかも。それらのことが夫に劣等感を与えていたのかもしれない。私は少し反省した。配慮が足りなかったな。でもこれを謝るとさらに夫のプライドを傷つけてしまう。だから自然と夫が普通に話しかけてくれるようになるのを待とう。そんな風に思っていたのだが、ただいま。夫からの返事がない。いないのかなと思って居間に行くと、夫はテレビをつけっぱなしにしながらソファーで眠っている。食べ散らかしたスナック菓子にコーラの飲み残し。私が残業で疲れて帰ってきているというのに、こうやってダラダラしているところを見せつけられると、やっぱり私もイライラしてくる。私は夫のことを見ないようにしながら料理に取り掛かった。すると夫は目が覚めたようで、ああ、おかえりと言いながら両腕を上げて伸ばしていた。飯は？そのように言ってくる夫。私はブチ切れそうになるのを抑えて、今作り始めたばかりだからもう少し待って、と言った。そう。じゃあ風呂入ってこよう。そう言ってテーブルの食べ散らかしなどをそのままにして風呂に入る夫。私はさらにイライラを募らせながら料理をした。そして夫が風呂に上がった時に料理を食卓に並べる。すると夫は作ってもらうことが当たり前のようにしながら食卓に着いた。なんだよ親子丼かよ。今日の昼に食べたわ。違うのないの？さすがにこれは頭にきてしまった。そんなに言うなら自分で用意してよ。あなたの方が早く帰ってきてるっていうのにダラダラして。私は残業してきてるのよ。それなのに頑張って料理をしてるんだから、文句とか言わないでほしいんだけど。私が我慢できずにそのように言うと、夫は目を見開いて怒った。そうやって俺に指図する気かよ。随分と偉くなったもんだな。そんなに残業とかで大変なら仕事を辞めればいいだろうが。どうしてそんなことを言うのよ。だってそうだろ。お前は昇進してからおかしくなったよ。いつも仕事ばかりでよ。自分の方が上にいるような感覚なんだろ。そんなことないわよ。私は夫婦としてあなたと対等でいるつもりよ。じゃあ家事は妻がやるものだろう。それがおかしいのよ。共働きなんだからお互いで支え合って助け合っていかないと。せめてご飯を炊いておいてくれるとか、軽く掃除をしておいてくれるだけでもありがたいよ。私は夫が怒ってからはなるべく冷静に話をしようと努めた。だが夫はどんどんヒートアップしていった。そこがおかしいんだよ。普通なら妻は主人を立てるもんだろ。だからお前はもっと俺を立てるようにしろ。これ以上仕事を続けるなら離婚だ。離婚？ちょっと待ってよ。それ、本気で言ってるの？俺は本気だぞ。そんな。私が仕事を辞めたら、今までのような生活はできなくなるのよ。それに私、今の仕事が好きだし。その仕事に就けたのは誰のおかげだ？俺が勧めたからだろ。俺がいなかったらお前はブラック企業で働き続けて、仕事自体できない精神状態になってたかもしれないんだから。
それはそうだけど、確かに私が前の職場で辛い時に、夫が優しくしてくれて励ましてくれて、私は仕事を辞める勇気が出た。そして私がもともと興味を持っていた外資系の企業への転職を勧めてくれたのも夫だ。だが実際に仕事を辞めたのも、面接を受けに行って採用されたのも私だ。だからそんな風に恩着せがましく言われるのは何か違う気がする。それに自分の言うことを聞かないからって離婚を切り出すなんて、ちょっとひどすぎる。私はこれ以上話してもどんどん悪い方向にしか行かないと思い、喧嘩をするのをやめた。ちょっと言い過ぎたわ。ごめんなさい。私が謝ると夫は少し落ち着いたようだ。最初からそう言えばよかったんだよ。そう言って親子丼をかき込み、ビールを飲んで夫は自室へと行ってしまった。それからというもの、夫は亭主関白のような感じで私を罵倒して従わせようとしてきた。きっと夫は自分の仕事がうまくいかなくて、私に当たってしまっているだけなのだろう。だから落ち着くまで我慢しよう。そして私は今月からちょうど長期の海外出張の予定が入っていた。一旦離れて暮らせば夫も必要以上に私との差を考えないで済むだろう。じゃあ行ってくるから。1年間だったよな。まあ、向こうでの生活頑張ってな。うん。夫も少し冷静になったようで、私を笑顔で見送ってくれた。喧嘩別れのようにならなくてよかった。私は安心して海外へ。仕事は思ったよりも忙しくて、夫とはたまにメッセージで近況を報告し合うくらいしかできなかったが、それでも私に対して優しい言葉をかけてくれたりしたので、不安にはならなかった。そうしてあっという間に1年が経ち、私は日本に帰国。久しぶりに夫に会えるのが楽しみだった私は、空港からすぐにタクシーを拾って家に帰った。見慣れた景色がタクシーの窓から見え始め、もうそろそろで1年ぶりの我が家だ。日本食を堪能してお家のお布団で気持ちよく眠りにつきたい。そんな風に考えていると、タクシーが家に到着した。お金を支払い、タクシーを降りて玄関へと向かう。だがその時、驚きの光景が目に入ってきた。何これ。玄関に向かう途中の庭になんと段ボールが山積みされていて、さらにはその一番上に離婚届が貼り付けてあったのだ。どうやら私の荷物がすべて段ボールの中に入っているようだ。私はわけがわからないまま、家の中に入ろうとした。だが玄関の鍵が開かない。鍵穴に鍵が入らないのだ。どういうこと？鍵が変えられている。仕方ないので私はインターホンを鳴らした。すると夫の声が聞こえてきた。はい。ちょっとマサト。一体どういうこと？お、その声はのぞみだな。そうか、今日帰国したのか。どうして私の荷物が外にあるの？しかも離婚届まで。ああ、それは簡単なことだ。お前への気持ちは冷めたんだよ。だから離婚だ。さっさとその荷物を運んで離婚届も出してきてくれ。そんな。どうしてこんなことをするのよ。だってお前は自分一人で生きていけるだろ。だから独り身の方が似合うだろ。あなたはそれで別れることになっていいの？ああ、構わないさ。それにお前は俺のことを裏切ったからな。どういうこと？お前は向こうで不倫してただろ。はい。何を言ってるの？しらばっくれても無駄だ。証拠写真だってあるんだからな。そう言って夫が LINE で写真を送ってきた。それは私が上司と腕を組んで歩いている写真だった。まさか海外に行ってまで不倫をしているとはな。インターホン越しにため息をつく夫。お前が原因での離婚なんだから、この家は俺がもらうからな。不倫したお前には何一つとして渡さねえよ。そのように言ってきた。
だが私はこの写真が合成であることを見抜いた。なるほどね。そうやって私のものを奪おうとしたのね。いいわよ、離婚してあげる。でも後悔しないようにね。はあ？後悔なんてするかよ。お前は自分の行いを反省しろよ。俺を裏切って悲しませたんだからな。夫はそう言ってインターホンを切った。顔は見えないが、きっと私のことを嘲笑っているのだろう。それならこっちだって容赦はしない。それから2週間が経った頃、私は夫と離婚について話すためにファミレスへ。久しぶりに見た夫は、なんというかチャラい見た目になっていた。年相応でないのがなんだか痛々しい。相変わらず地味な見た目だな。海外に行ったのに全然垢抜けないんだな。夫の嫌味を適当に受け流して私は本題に入った。それで離婚のことだけど。ちょっと待てよ。隣の男は誰だ？ああ、彼は私に協力してくれる弁護士の方よ。え、弁護士？夫は弁護士の登場に動揺していたが、席に着くと自分の主張をし始めた。お前は浮気をしたんだから、慰謝料代わりとしてあの家やその他の財産をもらうからな。慰謝料を請求しない俺は寛大だろ。どうしてそんなことを堂々と言えるのだろうか。あの家は私が買ったものだし、車とか家電とか他のものも私が買ったものだから全部私のものよ。離婚したってそれは変わらないわ。はあ？何言ってんだお前。俺は浮気をした慰謝料代わりによこせつってんだよ。何言ってるの？私は浮気なんてしてないわ。あのな、俺はお前の不倫の証拠の写真を持ってんだぞ。言い逃れはできないんだぞ。私はため息をついて言ってやった。だってあの写真、合成じゃない。何言ってんだよ。そんなわけないだろ。夫は明らかに動揺している。だから私は言ってやった。この写真の背景、アメリカのニューヨークでしょ。でも私が出張に行ったのって、オーストラリアのシドニーなんだけど。え？それにこの上司の写真の顔ってさ、私とあなたの結婚式の時にみんなで撮った写真に写っているのと同じ顔だよね。その時の写真を使って適当に合成したんでしょ。そんなわけないだろ。まあ、あなたがしらばっくれても、これは全くもって不倫の証拠にはならないそうよ。そして不倫の証拠になるのはこういう写真のことを言うの。そう言って私は夫と一緒にあの家に出入りする女性の写真を見せた。不倫してたのはあなたの方じゃない。夫は顔を青くして黙り込んだ。これは興信所に頼んで撮ってもらった写真だから動かぬ証拠よ。だからこれはあなたが有責での離婚なの。慰謝料を請求するのは私で、そしてあの家を含めて私が購入したものは決してあなたのものにならないわ。あんなしょぼい偽装工作で私を騙そうだなんて甘いのよ。そんな。自分の行いをしっかりと反省してちょうだい。夫はショックでうなだれていた。じゃあ話は以上よ。かわいそうだからここのコーヒー代くらいは出してあげる。私がそう言っても、もう夫の耳には届いていないようだ。固まって動かない夫を置いて、私は弁護士の方と一緒にファミレスを出た。その後、私は夫と不倫相手に慰謝料を請求。そしてあの家や高級車や高い家具家電は売りに出した。少しでも知らない女が使ったと思ったら嫌だからだ。どれもかなり高値で売れて、私はそのお金を軍資金にしてタワマンを購入し移り住んだ。元夫は不倫相手に対して、家や車を自分が購入したものだと嘘をついていたらしい。大手企業のエリート会社員だと不倫相手に言っていたらしく、すべての嘘がバレて不倫相手に捨てられたらしい。そして職場でも不倫の事実が明るみになり、肩身の狭い思いをしているそうだ。だが慰謝料を支払わなければいけないので、
冷たい視線に耐えながら働いて必死に支払いをしているとのこと。自業自得だし、本当にいい君だ。一方で私はタワマンでの優雅で快適な生活を楽しみながら、独り身の生活を謳歌している。これからも仕事を頑張りながら、恋愛については今は休んでのんびりなペースで相手を探していこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。